お前らは会社の奴隷なんだ。主のために必死になれよ。死ぬ気で働け。会社を牛耳ろうとする迷惑な社長霊則が怒声を響かせる。次期社長として期待され、甘やかされている彼は、社員を見下して、横暴に振る舞っていた。現場は、霊則が持ち込む見当違いな企画に混乱させられ、仕事が予定通りに進まなくなり、誰もが疲れ切っている。しかし彼は、そんな現場のことをおもんぱかることなく、俺や同僚を奴隷扱いしていた。俺は奴隷として、お前を使ってやってるんだ。文句あるなら出てけ。クビだ。それに抗議の声を上げれば、顔を真っ赤にして怒鳴りつけられる。そういうことでしたら、今日で失礼させてもらいます。だから俺は一切抵抗せず、喜んで首を受け入れた。俺はもう年だが、まだまだ会社に貢献できる自信はある。だが、それをいらないというのならば、こっちだって無理をして雇ってもらう必要はないのだ。何があろうとも、俺はもう戻りませんからね。そう独り言をつぶやきながら、俺は会社を後にした。俺の名前は渡辺一馬。某私立大学附属の工業高校を卒業後、ある老舗の工業資材メーカーに就職した。大学に行くか就職するか、受験の時期には悩みもしたが、俺は高校時代に取得した資格を武器に、早めに就職をしようと決めた。18歳で就職し、それから25年。43歳になった俺は、工場で製造、資材管理部門の責任者として業務を任されている。俺の勤める会社は、現社長の曽祖父が創業したという。そこから社長職は世襲で、今の社長の水谷光義氏は4代目だ。しっかりとした会社のまとめ方とビジネスセンスがある人だと、経営者たちの間や業界人の中では評判らしいと聞いている。しかし、身近に接する機会の多い同じ会社の人間である俺たちは、社長への肯定的な意見に首をかしげている。おい、ちょっと聞いてくれ。来期から製造管理のシステムを変えようと検討してるんだ。誰でもいいから、現行システムの維持管理費と管理体制を説明してくれよ。ああ、すみません。今日はちょっと忙しいもので。なんだよ。せっかく俺が来たって言うのによ。すみません。できたらアポを入れてもらえませんか？アポ？なんで自分の会社の工場に来るのに、そんなもんいるんだよ。光吉社長の長男で、5代目社長就任が規定路線のサトシさん。サトシさんの存在が、俺たち社員の光吉社長への不信感というか、人柄へ抱く疑問のもとになっていた。ああ、先月から納品されてる接着剤だけど、あれ、ネットで見たけど、よくないらしいな。取り替えろよ。どっか別の会社のやつと。いきなりそう言われましても。なんだよ。今すぐ別の取引先見つけりゃいい話だろ。光吉社長は、息子のサトシさんのことを信じている。盲信と言ってもいいレベルで、自分の息子は優れていると確信している。確かに、サトシさんの経歴は完璧だ。国内の有名進学校を出て、いい大学を出て、アメリカに留学し、そこで経営系の資格を取った。大学時代には理工系の学部に籍を置いていたとのことで、家業に関連する知識も持っているらしい。しかしそれはあくまでも、らしいだ。現実のサトシさんは、工場の業務や現場にズケズケと踏み込んでは、見当違いなアドバイスと提案ばかり残していく。
現場での実務経験のないサトシさんが頭の中で練り上げた理想のプラン。それを押し付けるため、暇さえあれば連絡なしにやってくる。俺が相手をする時もあるが、たまたま顔を合わせてしまった社員は、サトシさんに付き合わされて時間を浪費することになる。とにかく、正直、サトシさんは厄介者。頭がいいのはわかるが、三吉社長が素晴らしいと祭り上げるような、完璧に優秀な人ではないと思っている。ある日、サトシさんが工場の昼休憩に乗り込んできた。全員が動きを止めて昼食をとっている時間を狙っての来訪だというのは誰もが瞬時に気づく。意気揚々と乗り込んできたサトシさんの姿に工場の全員が何を言われるのか身構えた。全員揃ってるな。サトシさんは総務で借りてきたのかマイクを握りしめていた。全員の顔を見回し、しっかりと間を取って、サトシさんは工場のためになる新プランを発表した。私は今、自動車部品製造への参入を考えている。我が社とこの工場があれば、十分に可能な目標だ。経験がないというのは分かっているが、そこは私に任せてほしい。私が信頼できる取引先を見つけ。突然始まったサトシさんの演説と、その内容に食堂にいる社員全員が唖然と口を開ける。おい、おいおい、マジかよ。冗談だろ？俺の隣に座っていた同僚は、箸を持ったままフリーズしてつぶやいていた。そうだよな。何考えてるんだって。いつもだけど、あの人は。俺は同僚に同意していたが、その間も、サトシさんの演説は続いていた。いざ製造が開始となっても、君たちは何も心配しなくていい。工場の稼働計画、スケジュールと人員管理に関しても、私が最高の稼働システムをすでに構築している。君たちはもう無心で仕事に取り組んでくれたらそれでいい。演説を切り上げたサトシさんと俺たち。妙な間が流れたが、誰かが気のない拍手をしてサトシさんを満足させる。おいおい、拍手なんてしたら、やばいだろう。あの人が増長するぞ。俺と同僚は拍手をしなかった。だがサトシさんはまばらで適当な拍手でも満足だったのか、俺たちには何も聞かずに食堂を出て行った。置き去りにされた俺たちはサトシさんの演説の中身を反芻する。自動車部品製造への新規参入。その計画がどこまで具体的に進んでいるのかすら、こちらは知る由もない。だが、サトシさんの口ぶりでは、このままなし崩し的に始まる可能性も高い。普通ならば、本社や企画、営業の人々と製造現場とのやり取りをしながら、新規事業は進んでいくはずなのだが、サトシさんの手にかかれば、その慣例はないものにされてしまう。先日のサトシさんのお話は、要検討というか、事の真偽を改めるべきですよね。サトシさんの演説から2日後、俺は上司に相談を持ちかけた。サトシさんが勝手に進行させてしまいそうな新規事業計画は本物なのか、本当に始まってしまうのかと、本社と上層部に確認すべきではないか。この段階で質問しても遅いのかもしれない。ですが、聞いておかないと混乱どころではない騒ぎになりますよね。いや、そうなんだよな。私も聞こうと思っていてな。今日やっと社長が捕まりそうなんで、時間を作ってもらったところだ。上司は俺と同じ不安を抱き、先に行動を起こそうとしていた。三吉社長のスケジュールを抑え、直談判と言わんばかりに急いでいた。
俺は一緒に本社に行かないかと誘われ、二つ返事で応じたが、予定が変わった。工場の近くに外出の用事があった三吉社長が、記者の道すがらで工場に立ち寄ることになったのだ。三吉社長が到着すると、上司は担当直入に、サトシさんが残していった新規事業計画に触れた。自動車部品製造に参入するという話は真実なのか否か。サトシさんはそもそもどこまで本気で大演説を繰り広げていたのか。社長、私たちはとにかく何も聞いていません。知らされてもいませんでした。ですが、サトシさんはもう何もかもが始まってるかのようにお話をされた。そうか。まあ、サトシが何か考えているのは把握していたが、お言葉ですが、現状のまま事態が変わってしまうとなると、こちらとしても到底受け入れられるものではありません。俺の上司は忍耐強く、誠実な性格の人だった。誰を相手にしても丁寧に言葉を選び、失礼のないように振る舞う。だから、三吉社長と直接面談となったその場でも、三吉社長とサトシさんに気を使って意見を伝えていた。私たちは当然会社のために動いています。ですがそれはオフィスの皆さんとしっかりと連携を図り、信頼が成り立っている前提があるからです。今回の件に関してはそれがなされていないと思いますが、相手の怒りを刺激せず、それでもしっかりと要望と厳しい意見を言う。俺はそんな上司に加勢するため、三吉社長に呼びかけた。社長、私からもよろしいでしょうか。製造ラインと資材管理を預かる者として、明確なスケジュールと現在の計画の進捗を共有させてもらえませんか？ああ、それは、そうだな。前向きに考えないとならんな。申し訳ありませんが、前向きに考えるのではなくて、すぐにでも計画の有無から明らかにしてほしいんです。俺が社長にすがるような気持ちで頼めば、上司も同じように頼んで頭を下げた。三吉社長は俺たちを見て、軽く数度うなずき、首をひねる。そうだな。まあ、サトシの考えはサトシのもので、私は信用して任せているからな。三吉社長の顔には笑みが浮かんでいた。後々振り返ると、俺と上司の感情と三吉社長の気持ちは完全に正反対のところにあった。俺と上司は工場と現場の危機を想定して真剣に三吉社長と向き合っていたが、三吉社長はそうは思っていない。サトシは本当にビジネスに長けているような人間だからな。アイデアもあれば考えるスピードも速いときている。三吉社長は息子のサトシさんを褒めるばかりで、俺と上司の質問に明確な答えを返そうとしなかった。私も自動車部品製造の新規計画は聞いているが、それはサトシに任せていることだからな。恐れ多くて、そうも物を言えないものだ。え？社長。社長は笑顔で問題についてさらりと言及する。そしてその問題には自分は深く関わろうとしていないと語尾を笑って濁す。でしたら今後はサトシさんのご意向に沿って動くということでしょうか。そうかもしれんな。そうかもしれないとおっしゃるのは、社長はサトシさんの計画を承認されると？いつまでも何も断言しない社長を俺と上司で問いただす。私たちはこれからサトシさんの指示で動けということでよろしいですか？申し訳ありませんが、そうなると混乱が起きてしまうかと。俺は上司よりも我慢ができず、それなりにきつい言葉で
三吉社長に詰め寄っていた。上司は耐えていたが、拳を握りしめていたのを見れば、ストレスを感じていたのだろう。ああ、まあ、そうだね。俺たちの圧に、社長はのんびりとうなずいた。そして一言、笑顔で空気を読まない、三吉社長なりのねぎらいの言葉を俺たちに投げかけた。まあ、うまくやってくれ。はい？サトシを支えて会社の発展のためになると、これもまたチャンスなんだよ。三吉社長の笑顔がそれまでよりも光り輝き、上司が呆れ返る。俺も何も言えないだけだったが、冗談はやめてほしいという気持ちでいっぱいだった。三吉社長は結局、次の予定があると、そそくさと車に乗って去ってしまった。俺はとりあえず、機械と人員に余裕を作っておく。あんなこと言われてしまえば、覚悟はしておかないとならないよ。だとしたら、私も手伝います。現状の計画を見直していきましょう。三吉社長の車を見送りながら、俺と上司はやらなければいけないことを思い浮かべる。サトシさんの次回の来訪があっても、どうにか太刀打ちする。そう決めて、俺は上司と打ち合わせを繰り返した。忙しいのは分かっている。本当に、こんな話をすべきではないというのも承知している。大急ぎで上司と詰めた新計画を通達するその日、上司の顔はこわばっていた。その気持ちを理解しながら、俺も責任者の一人として覚悟を決めた。さっきの通達そのままなんだ。今後、サトシさんの話が実現してしまった時のため、備えないといけないんだ。渡辺、お前の大変さもわかるぞ。けど、本気でやらないといけないのか？っていうか、やるのか？やらないといけない。というよりも、サトシさんの無茶ぶりに応えられないといけないんだよ。上司からの通達が広まり、自分の部署に戻って同期や後輩たちと向き合う。全員が俺の立場に理解を示しながらも、業務計画変更にはいい顔をしなかった。やる気が出ないという声も聞いた。現場の士気の低下。仕事場にあってはならないことだ。それが起きている現実を目の当たりにして、俺は大きくため息をついていた。サトシさんの新規事業計画は本当にしれっとスタートを切ってしまった。これは試作品の図面だ。うちならできる。というわけで、君たちには力を発揮してもらいたい。契約に向け、大手自動車部品メーカーからテストを課されたサトシさん。まずは工場の腕試しとして、基本的な部品の試作を依頼されたという。いいか？君たちの未来を思っての私の決断だ。感謝してほしいね。得意げ、高飛車に図面を広げてみせたサトシさんは、こちらの苦労など知る由もなく、俺たちに葉っぱをかけた。納期も考えなければならない上に、通常業務もある。工場は次第に、当たり前だが、サトシさんに振り回された。そしてそれが、会社の業績や数字に直接影響し、製造部門の数字が振るわなくなった。気まぐれな訪問とは別に、定期的に行われる本社社員との定例会議のために工場に来たサトシさんは、直近のデータを手に工場を批判した。ここの稼働力にはもともと無駄が多いんだ。私はその状態を改善するため、新規事業が必要だと考えた。サトシさんは、こちらが黙っていると、すぐに演説を始める。自分が工場のためにいかに神経を使い、身を粉にして駆け回っているのか。そんなことを力説する。
しかし、サトシさんの主張は見当違いもいいところだった。工場の稼働には無駄はなく、むしろ人員不足の中でどうにかフルに動かしていた。人員補充は本社に対して常に求めていたが、まともに取り合わなかった筆頭格はサトシさんだった。いいか、君たちは今この時も会社に甘えているだけなんだ。いくらでも仕事ができるはずなのに、やらなくて構わないというその環境に疲れすぎている。身振り手振りを交えたサトシさんの話は熱を帯び、どんどん厳しくなる。俺や同僚たちは相変わらず冷めて呆れた感覚でサトシさんを眺めていた。君たちは会社のために身を粉にすべきだ。残業だって残業代を請求してやろうなどという欲を捨て、喜んでサービス残業をすべきだ。サトシさんは俺たちの働きぶりを認めず、まだまだひたすらに働けと怒鳴り散らした。自分が頑張っているのだから、工場の全員も視力を尽くせと叫ぶ。俺は上司と同僚たちの顔を見回した。全員、ここのところのスケジュールに忙殺され、疲れていた。若手ですら、白い顔で、なんとなくうなだれて座っている。お言葉ですが、俺は一人、手を挙げて立ち上がった。そして、ここまでの思いの丈を、サトシさんへ一気に吐き出す。サトシさん、ご自身の主張は、そのぐらいにしてください。私たちはすでに、残業時間の上限を超える勢いで、部品製造に取り組んでいますよ。そんなこと、仕事なんだ。当たり前だろう。そうでしょうか。サトシさん、あなたは現状を無視しているだけじゃありませんか？工場の人員不足、労働時間の問題は以前からありました。こちらが報告しても聞かないのはあなただ。だから、それは甘えだと。いいえ、違います。解決すべき課題です。いいですか？いい加減、見当違いな発言はやめていただきたい。俺の声があたりに響き、同僚たちの背筋が伸びた。サトシさんはというと、俺の大声に面食らったのか、ひるんだように立ち尽くしていた。サトシさん、私の言いたいことは、今しがた渡辺くんが代弁してくれました。もし、この工場の今以上の働きを望むならば、課題と向き合っていただきたい。それと向き合い、私は業務量を。ですから、それは解決策ではないんです。上司からも反撃を食らい、サトシさんはしどろもどろで主張を繰り返す。しかし、俺からのダメ押しと、周囲からの冷たい視線に黙り込んだ。サトシさんは、それから何も言わずにきびすを返し、どこかに消えて本社に戻っていった。ひとまず一難去った。サトシさんが退散して誰もがそう思っていたが、サトシさんはひるまなかった。あんた、雇われの分際で、よくもまあ俺に立てつけたもんだ。工場から手厳しく追い返されたはずのサトシさんは、変わらずに工場に足を運び続けた。そして俺に粘着し、くどくどと嫌味を吐いた。なあ、自分は雇われてるってことを忘れるな。ここを追い出されたら、あんたが働く場所はないんだぞ。サトシさんが粘着質な性格だというのは考えたことがなかった。それだけにひたすらサトシさんに嫌味を言われて当てこすりをされるのは答えた。それでもサトシさんは次第に俺へ雑用を押し付けるようになり、俺を完全に敵認定した。渡辺、お茶。あとな、駐車場の草むしりと掃除してこいよ。雇ってやってるんだから貢献してもらわないとね。俺が自分の仕事をしていても、サトシさんは俺を見つけ出して連れ出す。工場にあるゴミ箱全部空にしておいて。
今やるべきではないことを俺に頼み、本来の業務から遠ざける。俺はとにかくその状況がたまったものではない。それを見ていた上司も同じ思いで、三吉社長に抗議に出た。サトシさんに行動を改めてもらえるように忠告してもらえませんか？私からも強くお願いしたい。サトシさんは工場を乱す存在になっています。三吉社長は困っている素振りを見せはした。だがしかし、俺たちの抗議を本気で受け止めるというわけではなかった。ああ、そうだな。なんというか、サトシにはサトシの主義があるものだ。私はおいそれとは言えない。社長。三吉社長に怒るより、呆れ果てるしかない。そんな返事しかもらえない。今になってみれば、俺と上司は、ここで三吉社長とサトシさんを見限っていたのかもしれない。父親である三吉社長に息子と向き合う気がないのならば、他人の俺たちができることはない。結局、サトシさんの問題は宙に浮いた。そしてサトシさんは順調に増長していく。そうしているうちに、ある日、ついに大きな衝突が起きた。いいか？雇われている以上、あんたたちは会社の奴隷だ。製造スケジュールに遅れが生じる事態が発生し、工場は大急ぎで対応に追われていた。そこにサトシさんがやってきて、話を聞いて怒り狂った。ありえない、使えない、と暴言を吐き、最後の最後にとんでもないことを口走ったのだ。奴隷だったら、主のために必死になれよ。おい渡辺、お前は奴隷の頭なんだよ。それならそれらしく、誰よりも死ぬ気で働け。奴隷という単語をごく自然に言えるとは。少なくとも自分は学校の勉強の中で触れて口にしたことがある程度。だがサトシさんは俺や同僚たちと自分を主従関係で捉えているようだ。それが分かり理解した瞬間、俺はもうどうでもよくなり、サトシさんを怒鳴り散らした。おい、あんたは言っていいことと悪いことの区別がつかないのか？どこまでわがままで人を舐めてるんだ？俺の怒鳴り声に周囲がざわつく。そしてサトシさんも驚き、俺に張り合おうと大声を出す。おいお前、誰に対して口を聞いてるんだ？サトシさん、あんただ。あんたが人を奴隷だなんだって言うからだろ。俺は本当のことを言ってるだけだ。おい、あんた正気かよ。俺はいつだって正気だ。正しいことしか言わないよ。冗談じゃない。奴隷だって？それが正しいことかよ。ああ、正しいね。俺は奴隷としてお前を使ってやってるんだ。いいよ。文句あるなら出てけ。クビだ。俺を気に入らない邪魔な奴だと言い捨て、サトシさんは俺に工場を出て行けと続けた。そういうことでしたら今日で失礼させてもらいます。自分が会社でやれること、それこそ正気に戻ればいくらでもあると分かっていた。しかしクビと言われて、ここが潮時だと決めた。サトシさん、そして盲目の三吉社長がいる会社に付き合う義理はもうない。サトシさんとの言い争いは上司が出てきて収まった。それから落ち着いて話し合いをして、俺は正式に解雇を受け入れることにした。工場での騒動はその日のうちに本社にも伝わったらしい。翌日、俺の電話は朝から鳴りっぱなしだった。本社にいる同期やかつての上司、一部の上層部の人たちからも事情を尋ねられて忙しい。そのうち昼過ぎには三吉社長からの電話も受けることになった。渡辺くん、どうかね、
考え直してみては、仕事がなくなってどうするんだね。三吉社長は相変わらず悠長だった。今何が起きているのか、まともに認識しているとは思えない物言いと態度。俺はしばらく黙って話を聞き、自分の意思に変わりはないと告げた。何があろうとも、私はもうそちらには戻りません。それでいいのかね。いいも何も、自分だったらどうにかなると。見通しが甘いと言われるかもしれませんが、そう思っています。そうは言うが、君もいい年だ。その年齢と君の能力を活かせるのはうちだけだよ。それはどう思うかね。そうでしょうか。三吉社長の下手に出るような問いかけに、俺は三吉社長にも危機感があるのだと気がついた。俺の経歴、その中には会社的に見過ごせないものがある。かつて研究部門に所属していた時代、俺は工業資材に使う新素材の開発に関わったことがあったのだ。若手チームのリーダーに就任していた俺は、研究を引っ張り、自ら成果を出して、新素材の開発を成功させた。周りの協力もあり、俺は一躍会社のスターになった。開発した素材は特許も取得し、俺には開発者として一定の権利も与えられた。素材に対して会社にも所有権はある。だが、俺が素材の使用禁止を申し立てれば、俺の権限の方が大きくなる。私としては、君には戻ってもらいたいものなんだよ。そうなんですか。私としては拒否をしたいですね。過去を思い出しながら、三吉社長のどこか幼稚な思惑に苦笑するしかなくなる。俺はしばらく三吉社長と会社に戻る、戻らないの押し問答を繰り返した。おい、いつまでごねてるんだ。その時、三吉社長の電話の奥から、サトシさんの声が割り込んだ。また戻してやるって言ってるんだ。お前はありがたいと思わないのか。サトシさんの相変わらずの横暴さに、開いた口が塞がらなくなる。まったくだ。せっかくサトシも君を許そうというのに。はぁ？サトシさんの勢いに背中を押されたのか、三吉社長が態度を変えた。うちへの恩を忘れたか？この恩知らずが。いいから黙っていればいい。何もなかった顔をして、明日からまた戻ればいいだけだろう。三吉社長も、サトシさんのいやらしい本性をむき出しにして、わめき散らしていた。俺は電話を耳から離して、向こう側にいる親子の叫びをしばらく聞き流した。もうよろしいでしょうか。ああ、なんだ。私はもうあなた方と話をするつもりはありません。それに私は会社にとっては老害とも言える年でしょうから。自分から身を引かせていただきますよ。俺は三吉社長とサトシさんの声を振り切り、電話を切った。そして、俺を心配してくれていた人たちに電話をかけた。それぞれになんとなく、三吉社長とサトシさんとの間に何があったのかを報告しておく。それで、俺のやるべきことは終了した。一連の騒動から数ヶ月、会社と工場では起こるべきことが一気に起きて、混乱が生じた。俺の解雇騒動から会社と三吉社長親子への不信が広がり、社員が大量に退職したのだ。工場の方でも、サトシさんへの反乱が勃発し、多くの工員が辞めていった。社員の離脱、工場は事実上稼働停止となり、会社はあっという間に倒産寸前に追い込まれる状況に。そしてそこに至って、ようやく三吉社長も知らなかった、サトシさんの暴走も発覚したようだ。
サトシさんは会社の事業拡大を想像以上の規模で考えていたらしく、異業種へ参入するために銀行から多額の融資を受けていたらしい。借入金だ、不当たりだと、とにかくとんでもない負債を背負ったようだな。元上司は三吉社長とサトシさんの現在を俺に教えてくれた。親子はどうにか頼み込んで工場だけを支援してくれる企業を探し出したそうだ。現在はその工場で親子で平社員として黙々と働くだけの日々らしい。だが負債をどうにかできる手立てはないようだ。遅かれ早かれ親子は完全に積んで破滅すると周囲には見られている。俺はというと再就職に成功し、大手企業の研究所で働いている。前職での特許部品開発の実績と持っていた資格、十分な実務経験を評価され、好待遇で迎え入れてもらった。今の会社には横暴な人などいない。俺は自分の仕事にやりがいを感じながら、本気で会社のためになれるこの機会を存分に楽しんでいる。